い中でそうして山の手入れも全部終わり、これで心にかかることもなし、静かに考えるに、よくも4年5ヶ月、体もちこたえたものと思う。体の限界感じる。いつ死んでも心残りはない。最初の事件の仕掛け人、重子、ずるい、2人殺して自分も死んでいく。ね、道はね、あるんですよ。道はね、なんか書いてありますよ、これ。四季。ちょっと薄くなってわからないんですけどね。なんかね、書いてあるんですよ。読めないですね、薄くて。これ何ですかね、この部屋。なんかね、広告がいっぱい貼ってあって。追い込みガス銃で撃ち込む、追い込み、なんかね、書いてある。何ですかね、この部屋。怖い感じは特に今ないかな。倒壊は激しい。なんか書いなんか書い力入るのか。スプレーで毒ガスかける。4か年5ヶ月過ぎ去る。
大変苦しんだ。今後最重警戒。食事にも十分警戒する。なんかね、命を狙われてるっていうようなね、そんなイメージのことを言ってるんですね。この部屋ね、いろいろ残ってそうなんですけどね。で、この中がね、さっきのね、広告とかがね、あった変な部屋なんですよ。ちょっと行ってみましょうか。これね、開かないんですよね。で、ここから出入りしたのかな。何をしようとしたんですかね、ここでね。この部屋ね。この部屋はなんかね、隔離部屋みたいになってて、なんか、ここで秘密の、もしかしてここで最後を遂げようとしたのかもしれないですね。秘密部屋。この家の不思議な空間、隠し部屋ですね。これが一体何に使われていたのか、とても気になるところです。この部屋の用途は2つ考えられるんですが、1つは、不倫妻の重子を隔離していた。当時やっぱり不倫妻なんていうのは恥なんで、世間の目から遠ざけるためにあの部屋の中で生活させていたという可能性が考えられます。もう一つは、めっちゃ毒ガスで迫られていた本人があの中で隠れ生活をしていたというのがあるんじゃないかなと。どちらかというと隠れ部屋になってたと思うんですね。で、あの部屋の中で霊的な音声が入っていまして、死んでなかった、私もね、あそこで人死んでる感じはなかったんです。だからこれね、間違ったメッセージじゃないと思うんですね。でもう一つは、妻隠した。これは意外な、言葉でした。初め想像もしていませんでした。本人が隠れているものと思い込んでたんで、妻隠したという言葉が入っていたから、もしかすると不倫妻は恥だからここで一時的に隔離していたっていうようなね、ことを霊がメッセージとして伝えてきてるんじゃないかなと思いました。十分あり得ることです。そして、その後外では結婚する。これは下の地面の音か、なんかもう分からなくなってくるね。そのような言葉も入っていたんですけれども、これはおそらく本人が重子との結婚を決意した、それを決行するね、で結婚する、その意味のことを言ってるんじゃないかなと思います。皆さんはどう思われたでしょうか。よくわからない場合はもう一度、前編の方をご覧ください。
手紙かでね、ここにね重要なものがあるんですよ。それを今日確認しに来たんです。これですね。これが何かね、ちょっとね見てみましょう。これ何かって言ったらね、遺言って書いてあるんですよ。これ遺書ですよね。ちょっと破れてね読めないところがあるんですけどね。浜山雄太、お前ら気になったにや。もう死ぬわ。これは俺ごちょめしてやるわ。やっぱり水かったのがよかったんやにや。北の兄ちゃん、初西の葬式にも顔出したんやろ。もうおらん方がよいわ。帰り。やっぱり水かったのがよかったな。もう姉ちゃんのことはほっとき。またこれ気になるぞ。嫁さん世話してやるわい。辻ちょめの嫁ゆ。そら役だわ。海洋警察クソ従っておれへん。字がね、裏の字とね裏表の字がね重なってなんか変な文字に見えるんですけど、西村ゆ、おっちゃんマスク取って買い物してよ。おっちゃんマスク取ったら男前やわ。私がガスのようなもので迫られているというが、そのようなことどこの町という筋物から聞き出した。おっちゃんヤギにおるときもうあかんという噂あったのやで。でも元気やな。西堀が言う北の兄ちゃんもうあかんという噂秋であったのやで。でもよく超えているしどっこも悪そうには見えへんわ。姉ちゃん入院しているらちょめがバチ当たったんやな。もうほっときといなしてちょめおってもき。ここでガスっていう言葉が出てきました。毒ガスで迫られる。外壁にも冷蔵庫にも書かれていますね。本人は何か毒ガスのようなもので攻撃をされているというように思い込んでいるようです。それをご近所様に吹聴していたということが書かれていますね。でしかもご近所様はいやガスで攻撃されている割には元気じゃないですかっていうようなことを言ったと。まあこの文章を見る限り実際にガス攻撃は受けておらず、彼の
完全な被害妄想であったということが分かりますね。被害妄想です。ここの壁とか、冷蔵庫に書いてあったね、決断するとかね、毒ガスがどうのこうのって書いてあるのはね、全部ね、まあ、自決をほのめかす言葉なんですけど、そこにこの遺書っていうのがあるっていうのがね、すごくね、気になるんですね。ちょめたに言うた。お父ちゃん、茂子さんと離婚した方が良いのと違うか、もう良いのを、遊んでおるのを、ちょめちょめ言うものは、特別ルートから流れてくるのと違うわ。北としみさんの言うことを、ようちょめでちょめは、絶対体はちょめおろしてやろう。死ぬようなことないわ。ちょめちょめ去っていっても、相手にせんのと違うか。さらたに言ったこと、としみさん、よ履いていればわかるのだが、赤か黒か色履いてたいからな。としみさん、そのようなちょめちょめその時だけやわ。それほど聞くにこれ、3日ほどしたらまた戻るわ。抵抗力あるからな。父ちゃんまた3日ほどちょめしも、下も白なるし、初西から葬式の帰り。はい、この文章全然意味わかりません。これは裏にはあまり書いてないですね。ここに書いてあるぐらいかな、裏にね、字が。父ちゃん水を汲にやし、それだけ用心すれば、一日一日元気になっていくで。まあこの文章からもやっぱね、そういう思念とかね、波動来るんでね、意味わかんないんですけどね、相当なね、思いがあったっていうのが感じられますよね。相当な思いですよ、これ。ちょっとやそっとじゃないですよ、これ。もうね、こう、おそらく内容を読むと、遺書っていうより、自分のこう思いの丈が、ね、恨みっていうかね、この世の中とか、そういうものに対しての恨みの念みたいなのが、ね、すごく感じられますよね。いわばこれはね、呪いですよ、これ。呪い。昭和23年10月20日、父上、病気のため、6ヶ月養生の果て、他界した現在の妻、茂子は、当時支度へ、後しえさんと2人、農業手伝いに来ていた。父が病気のため、床の中、私は大豆引きのお作業中。母が私を呼んだ。すぐに家に帰り、床の中の父のもとへ行くと、母は農作業手伝いに来ている。しげちゃんを妻にせよ、との話。あまりの突然の話で、私驚いたが、そのような3歳年上の女、俺は嫁になんかしない。というが、父は、今は3歳年上だが、10年20年先になれば、どちらが年上か、わからないようになる。先で、嫁にしてよかった、という日が必ずある。と父が話す。私は、その日、
また畑に出て、その日は終わった。それから3日後の10月20日、2時頃、もう月日ない、もう月日ない、と言いながら、大変苦しみながら、48歳の人生を終わり、他界した。やはり父は、ダメだと思ったのか、私に話したことが、すべて遺言となった。10月23日、父の葬式も終わり、その晩、親族一同いる前で、父が遺言として残した話を、皆の前でした。皆は、そら良いことだ、良いことだ、大賛成。私は当時、に3歳年下の辻の内さんという女性と交際中でもあり、大変苦しんだ。でも、意志が弱かったのか、年が若かったのか、すべて母に一任した。そして、何日か後に、話はまとまり、式は2ヶ月と5日後の12月25日と決まった。この出発点がそもそも間違いであり、今日現在の北家の子の姿である。この長ったらしい文章は、簡単に言うと、私は父親に、好きでもない女の人と結婚せよと、そう言われて結婚しました。当時好きだった人とも別れて結婚して非常に苦しかったっていうふうなことを書いてます。そういうことをダラダラと書いてるだけですね。父親に茂子と結婚せよと言われてるんですが、3歳年上の女と結婚するのは嫌だと、そう言ってます。これよくわかります。実は私も年下好きです。年上は嫌なんですね。これはね、もう性癖としか言いようがないんで、これどうすることもできないんですね。で、3歳年上なんかね、結婚して10年20年経てばどっちが年上か分からなくなるって言われてるんです。これね、私も母親にね、昔言ったことがあって、いや年下じゃないと嫌だってね言うと、全く同じことを言われたことあるんですよ。一緒になったりとかすると、そんな年上とか年下はもう関係なくなるからって、同じこと言われてます。でもね、嫌なもんはやっぱり嫌なんです、ね、それをね、無理やり結婚させられた、これはね相当辛いですね。辛いです。よくわかります。もう年下好きなんていうのはもう性癖の一つなんでね。でもロリじゃないですよ、ロリじゃね、そっちじゃないんで。読めないですこれね。もうこんなんかもう全然わかんないですよ。もうすごいですよねこの。うわ、もうこれ触ってるだけでもゾクゾクきますよこれ。この家のね思いはねここに集約されてると思う。うわすごいなこれ。これはねエネルギーを感じるっていう方ですね。もうこの文章の内容ともかくね、もうこんなん読めないんで。毎日とも稼ぎ、大変でしょう。つきましては早速ですが、先日ご依頼申し上げました件、再度お願い申し上げます。日曜日の休日利用にて、
ご移動まで来ていただけないでしょうか。お願い申し上げます。3人の子宝にも恵まれ、昭和35年まではどうやら平和に日を送った。昭和36年、秋畑で菜種狩りの作業中、妻は突然、川の修二さん、当時45歳、と、娘、当時27歳、当時できておったのだと、私の耳に入れた。父ちゃん、カス掴んだなぁ。と、私それを聞き、頭を金槌で殴られたようなショックだった。待ち合わせ場所は、五条駅から帰りのバスは、一人が前の方、一人が後ろの方へとちょめり、別々と座る自動車に乗り、帰るゆえに先一人、ちょめずし者はいなかった、との話。その他にも、書き表すことのできないような、セックスの話も聞かされた。それからの私、茂子に対しての態度は一転した。でもすでに4人の子供はおり、別れることもできず、苦しみながらの日々であった。潮の上のママさんが中に入ってくれた時もあり、明石のさんたちが中に入ってくれた時もある。ここでとんでもない話が出てきてます。この娘というのは一体誰なのか。茂子が、告白してきた昭和35年で、当時とかあるんで、当時27歳ということなんで、まあ単純に計算すると娘さんは昭和9年生まれなんですね。で、茂子と結婚してるのが昭和23年なんで、茂子との間の娘ではありません。で、そうなると一つ考えられるのが、茂子の私生児、結婚する前に、私生児を産んでいたというようなことが考えられます。それを突然告白されて、すごいショックを受けたと。そんなことじゃないかなと思うんですね。じゃないと、離婚をしようとまで思わないと思うんですね。とにかくとんでもない話です。で、しかもここでね、よくわからないのが、父ちゃんカス掴んだなっていうこのセリフなんです。これ誰が言ったのか、いろいろ考えたんですが、おそらく茂子が本人に言った言葉、それは、私生児がいるような、そんな不死だらな自分を嫁にして、あんたカス掴んだねっていう自虐的で、罪悪感も含んだ、そんな言葉じゃないかなと思います。そして、そんなことを知らない鈍感な、旦那に、少し嫌味を込めて、そんな複雑な感情で言った言葉じゃないかなと想像できますね。こんなことがもしあれば相当苦しむと思います。で、しかもなかなか離婚をする決意も起きない。そんな感じのことが、書かれているのではないかと思います。びっしり書いてあってね、これ読めないんですけどね、なんかこれ見てるとゾクゾクしますね。これね、読めないわ、この字ね。これ、もともとこの文章のね、この、裏がね、こう、なんていうんですか、透けて見えてなくても、これもしかしてちゃんと読めないかもしれない。少し、やっぱりこれ見てると、何かね、すごい恨みとか狂気じみたものを感じますね。何かすごい思いがね、強かったんだと思うんですよ。これ読めないっすね。
でもね、この文字のね、内容わかんないんですけど、この今見てる限りではね、これ、よくよくこう、じっくり見たらいくつかの文章とかキーワードが出てくると思うんですよ。見えるんですけど、これ今この状態でね、それを読むのは少し厳しいですね。でもね、ここの文章からね、なんかね、やっぱり特別なものがね、感じられるのがね、気持ち悪いですね、やっぱり。その時はその仲人さんたちの手前もあり、大喧嘩も話を聞くのですが、また何かの機会に喧嘩再発。今日という日はなし、生活する相手の妻もそうだろうと思う。終戦当時から10年くらいは農業にも力を入れて、こんにゃく玉を特産品として生産した。一年一年農業も自給自足の必要な時代も終わり、妻も今井田へ女工としてまた川口へ日給取りに行くようになった。昭和41年までは妻が財布の紐を握っていたが、42年からは私が財布の紐を握り、私の収入で生計を立てることにした。妻は1ヶ月の私食、米代、ガス代を持つことにしたゆえ、今井田で1ヶ月稼いだ、チョメ川まで稼いだ金は1ヶ月いくら稼いだが、10円くらい一度も見せてもらったこともなし、言葉でいくらあったか聞かしてもらったことなし、10年間過去チョメ、とにかく1ヶ月私食ガス代以外は家計に入れてもらったことはない。昭和45年頃、父とは一生連れてもらう気持ちはない。農商工本卒業するまでや。おばあちゃんな、よう見やんで。こればっかは物や金とは違うのやで。北海道か九州方面へ逃げてやる。またある時は、父さんにな、ちょっとも悪いとは思わんと言ったり、もう、この頃から計画を立てて、収入も全部へそくりとして、うわ、ゾクゾクくるこれ。何書いてあるやわからんけど。うわー、すごいなこれ。これね、興味がある方はもうね、静止画で少しずつこう見てください。これ話すとね、全部入れちゃうとこれ文字読めないんだよね、これね。ちっちゃい字で書いてあるんで。多分このキーワードを拾っていくと、何のことを言うてるのか大体はわかると思いますけどね。貯金に回し、現在は私のわからない金ちょめちょめ、わかれば私、驚くような金、持っていることと思う。私の長女初美は、現在の鶴井という男と大阪で暮らしおるが、
昭和46年から不明になり、47年には死体で長野スキー場で死体になっておるゆえ、引き取りに来いとの警察からの連絡を受けることもある。ちょうど不明期間は46年から50年1月3日まで5ヶ月間。でも行方不明だったのだが、妻とその剣とは密通していたゆえ、新女は妻の見知っていた著名。その剣が当明石の離婚書持参の上訪問し、初ちゃん嫁さんにもらいたいと、ある時は肉持参、またある時はちょめちょめこ持参して支度へ来た。でも私は本妻、子供2人がかわいそうだ、絶対初見を嫁にやることはできないとちょめちょめ。4回目くらいに来た時、大変な喧嘩をした。よし、覚えておけ。そのセリフを残して私の家を出た。ヤクザとは知らなんだ。でも初見と剣とはすでにできておるゆえ、父の私でもどうすることもできなかった。それから数日後、長女と剣は不明になった。初西で北村、私と本妻の検診所である茨城市内の情報を聞き出しに行ったこともある。ここでですね、さらにとんでもない事実が出てきています。長女の初見と剣という男がいい仲になって昭和46年に失踪、47年に初見だけが遺体で発見される。他殺なのか自殺なのかですね。剣という男が昭和50年まで失踪していて、しかもその間ですよ、その間に妻重子と密していたと、そういうとんでもないことが起きてますね。もうサスペンスドラマの小ネタのような状態です。でこの剣という男はヤクザ者で、初見を嫁にくれと来た時にもすでに結婚していて、2人の子供がいたと。離婚届は持ってきてたようなんですけれども、普通じゃないです。こんなことが起きれば相当な精神的ダメージを受けたはずですね。大変だったと思います。なので冒頭で紹介した遺言、ここに書かれていた重子、剣2人を殺して自分も死ぬ、まあ当然そう思っても、責めることはできません。思うでしょうね、普通に。となると、その壁に書かれていた死期迫ると決断の時迫るっていう文章ですが、これはやはりですね、自決と復讐を意味してるんじゃないかなと、考えざるを得なくなりましたね。追い込みガス銃で撃ち込むとかってね、ここまで読み進めていくと、あの隠し部屋の中に書かれていた追い込みガス銃で撃ち込むという言葉は、おそらく剣を亡き者にしようという決意の表れだったんだと思います。本人はあの隠し部屋で毒ガスに迫られつつ身を隠しながらですね、密かに剣を亡き者にしようという計画を立てていた、そんな部屋だったんじゃないかと思いますね。すごいなこれ。
昭和23年10月20日、父上病気養生、他界した。現在の妻重子は、当時支度へ、後しえ様と二人、農病手伝いに来ていた。父は病気の床の中、私の、その時、大豆引きのお作業中、母が私を呼んだ。すぐ家に帰り、床の中の父のもとへ。父は、農作業手伝いに来ている重子さんを妻にせよと、強く私に言った。私は3歳年上の女は嫁にはしないというが、父は3歳年上であるけれども、10年20年先には、どちらが年上かわからないようになる。先は、妻にしてよかったという日が必ずあると、父は話す。その日はまた、農作業に出て、一日終わる。父の考えは、北家の田畑名義は、太郎名義。太郎とは、父は不仲であり、父名義には絶対にならない。だから嫁を迎えておけば、当てるへ。文教会長、アテンリ教信者であり。遺言なのか何を書いてるのか本当わかんないですけどね、遺言って書いてあったんでね、初めにね、自分の思いをやっぱりねここに残したかったんですね。そうか、遺言って大体その遺産がどうのとかさ、このこれこれこういうので、まあ自殺なんかする場合はこれこれこういう理由で死にますとかね、そういうのも書いたりとか、すると思うんですけど、これはそのレベルじゃないですね。クス太郎は当時天理教信者であることゆえ、ラテルエが中に入って北と死にの名義になるよう話し合ってくれるだろうという考えも腹の内にあったように思う。私に話してちょうど3日目の10月20日午後2時頃、もう月日はないと言いながら大変苦しみ48歳の人生を終わり他界した。やはり父は死期が迫ってきたことを身に感じ、後のことを心配して私に話した。それがすべて遺言となったのだろう。もし遺言となっておらねば、私は現在の重子を嫁として迎えてはおらなかったと思う。10月23日は父の葬儀も終わり、ちょめその他親族一同いる前で、生前中父が私に言ったことを母が話した。皆は、そらよいことだ、と大賛成。でも私は、当時、に
辻之内様という女性と交際中でもあり、大変苦しんだ。でも、遺言となったのだ。私の胸を痛めたが、その時、それはそれ、これはこれと割り切った考えあるが、よかったが、意志が弱かったのか、年が若かったのか、断る勇気が出ず、すべて母に一任した。その時、母は涙して曰く、それで死んだ父も、どれだけ喜んでくれるだろうと、私、現在考えるに、生前中の父と母との仕組んだ芝居に、負けたわけである。そのことを思えば、私の相続人、北豊は、意志の強い男、大変反対した私。また、嫁両親の反対を仕切って、高飛びしてまで連れそう二人。お前たちへ、よいど、やったと、声を大にして、褒めてやりたい。昭和22年10月20日、父、北正を病気6ヶ月養生して他界した。現在の妻重子は、当時支度の、利恵様と農病手伝いに来ていた。父は、床の中、私、大豆引きのお作業中、母が私を呼んだ。すぐ、床の中の父のもとへ。父は、手伝いに来ているしげちゃん嫁にせよとの突然の話。私は驚いた。3歳年上の女は妻にしないというが、父は3歳年上であるが、10年20年先では、どちらが年上かわからないようになる。先ではきっと、妻にしてよかったという日が必ずあると父は話す。父の考えは、北家の田畑は、名義が太郎になっている。太郎とは、当時不仲であり、父、北正夫名義には絶対ならない。だから妻を迎えておけば、照江様は、天理教信者であり、軍教会長であり、太郎は当時天理教信者である関係で、照江様が中に入って、こっちの裏側には何も書いてないですね。これは比較的読みやすいかな。やっぱ思いの丈が書いてあるのかな。名義がどうのこうのって書いてあるんですけど、北利恵名義に必ずなるという考えも腹の内にあったように思う。私に話して3日目の10月20日2時頃、もう月日ない、もう月日ないと言いながら大変苦しみ、48歳の人生を終わり他界した。やはり父は死期が迫ってきたことを身に感じ、後のことを心配して私に話したことと想像する。それがすべて遺言となったのだ。
もし遺言となっておらねば、私、現在の重子を嫁にはしておらず、10月23日、父の葬儀も終わり、忠夫、太郎、忠信、羅領事、その他親族一同いる前で、生前中父が、床の中で言ったことを、母がすべて話した。皆は、そらよいことだ、そらよいことだ、と言って大賛成。でも私は、当時、白銀氏に、辻の内様という女性と交際中であり、大変苦しんだ。でも、遺言となったのが、私の胸を痛めた。この遺言にたびたび出てくるとしみという女性の名前、これが一体誰なのかよくわからないんですね。妹なのか姉なのか親戚なのかわからないです。残留物も全てとしみ名義になってるんです。重子との子供、その子供たちの通知表も保護者欄がとしみになってます。どうしてそういうことが起きてるのか少し調べたんですけれども、どうやら昔はですね、土地の名義人とか、財産を管理している人が戸籍筆頭者になったっていうことがねあったらしいんですね。そうなると実母ではなく保護者が、戸籍筆頭者の名前に、なるということがあったらしい。これは特別なことではなく田舎ではよくあったということが、出てきましたね。今ではあまり考えられないようなことなんですけれども、そういうことがあったと。ただ不思議なのが残留物の中に本人の名前と重子の名前がないんですよね。全てとしみになってるんです。でかろうじて父親正雄が、保険者の、契約者として出てきてます。かなりねこのとしみさんっていうのは、重要なね人物だったんじゃないかなと思いますね。実質、全てを管理していた人ではないかと思います。これね、これが遺言かな。これね、遺言って書いてあるでしょ。これで全ての遺言を読み尽くしました。いかがでしたでしょうか。この文章を読んでると一つの感情が伝わってきます。それは何かと言いますと、私がいたことを知ってほしかった、ただそれだけなんです。ただそれだけなんです。自分がね苦しかったこと、自分が生きてきたことね、それをねいつか誰かに見てもらえるんじゃないかなっていう、そんな思いでねこれを書いているんですね。その気持ちはとてもよくわかります。人はね後世に何か伝えたいとかね、伝えなければならないって思うんですよ。遺伝子だったり財産だったりね、名声だったりね。でもねそれは人間のエゴなんです。そういうものを全てこの現世で消化して、上に上がるっていうのが
理想的じゃないかなっていつも思います。まあそんな人はほとんどいないと思うんですけどね。でもそれがね一番理想的な、亡くなり方じゃないかなって思いますね。そうすると幽霊は出ないですね。何も残さないわけですから幽霊なんか出ないんです。そういう意味でねこれはね、いろいろ考えさせられる文章だったと思います。これをね見た、あなた方ね一体どう感じられるのかどう考えるのかそれはねあなた次第です。はい、こんばんは、ジャンクヤードです。今日はね、2度目の訪問なんです、ここね。2回はあんまり来ないんですけど、前回ね、ここ来た時に、全然霊的なものを感じなかったんですよね。でもね、今日ね、結構来てますよ。残力触ってる時はそうでもなかったんですけど、やっぱり集中をね、切り替えると、こっちなんですよ、こっちにねそのゾクゾクってするね霊気みたいなのがあるんです。少しだけね定点やってみます。何も映らなかったらカットしますんでね。はい。何がやばいね。はい、それではね少し移動したいと。そうですね。誰か紹介してください。それでは定点行います。ブっていうやつね、ちょっといじくってみたいと思います。はい、これね、これですよ。これね、今から何するかって言ったらね、ちょっとね実験します。なんか領収書みたいな古いやつ。おお、これはねすごいの出てきましたね。よいしょ。これね、これはね、これなんていうもんかね。これね、バンブじゃないんですね。バブじゃないんですね。電気って言うんですね。電気って言うんです。これね、電動
石っていうんですね。こう、そういう時代のものですよ、これ。やっぱりね、一人で使ってたのかな。うん。女の人ばっかなんで、女の人ばっかなんで、自分で使ってたんじゃないかなと思いますね。夜のお楽しみ。まあ、ここはね、一軒家なんでね、家族がこう、お出かけしてる時とかね、一人でね、ウィンウィンやったんじゃないかなと想像します。はい。今からね、何の実験するかっていうとね、ちょっと開けてみたいんですけどね、これね。どうやって開けるのかな。これね、見てください。綺麗に残ってるんですよね。電池入ってましたね。錆びてるかな、やっぱりね。青錆びてるの6章出てますね。これとダメかな、やっぱりね。これね、動くかどうか試したいんですよね。実はこの時のためにね、じゃーん、これ単二電池買ってきました。リチウムイオンとかニッケル水素でしたっけ、ないんですよね、この時代はね。どっちがプラスかな。まあとりあえず入れてみましょう。3本ですね。単に3本。4本かなと思ったんですけどね。反対かな。そうかな。動くと面白いですね、これね。動かないと思いますけどね。動かないですね。電池入れたんですけどね、動かないですね。なんかね、2段階切り替えみたいなのがあるんですけどね、これ残念、動かないですね。これ残念、動かないですね。電コケが動かないショックの残念波動で映像にノイズをまき散らす所長。やっぱりこのね、この手の道具ってね、電池ってこのコントローラーってね、弱いんですよ。すぐ壊れるんですよね。だからまあ無理かなと思ったんですけどね。割と弱いんですよね、このモーターね。だから動かないですね。残念、動きません。これ動くと面白かったんですけどね。はい、これはもうほんとね、いつかな、40年50年それぐらい前のね、おもちゃですよ。はい、これはね、一体どなたが使っておられたのかな、少し興味ありますね。はい、はい、ごちそうさまでした。ここからは残留物のコンプリート映像です。興味がある方はお進みください。心霊現象も多少あります。身体障害者って書いてありますよ、これ。身体障害者の。そうなんや。なるほど。なるほど。
身体障害者か。なんかね、障害を持っておられたような、そういう人がいた。女の人ですね。ドクラスっていうのはそれのことを言ってるのかもしれないね。保険領収書。昭和38年。運動会。これやばいな、この絵。これやばいっすね、この絵ね。ここは絵を描く欄なんですかね。これで描いたのかな。やっぱり描いてあります。やっぱり描いてるじゃん。おばきゅう好き。おばきゅう好きっすね。うん。
この恵美子っていう人は絵描かないですね。もう絵描いてない。なんか文字書いてあるけどね。まあ、ここ絵描く欄じゃないですよね。通信欄って書いてあるもんな。無口ってことなし。これさっき見たっけ？あれが今日のやつね。
ちょっとゾクゾクし始めたぞ。僕って書いてあるね。女の子なのにね。失礼な。誰がマニアやねん。履歴書。通知表すごいたくさんあるね。この人だけ男の人ね、トヨって書いてあるね。豊か。なんかこれ見るとすごくなんか親の愛を感じますよね。なんかすごいね。こういうの見るとね。
豊っていう名前だけが男なんですよね。男の名前なんですよね。あと全部女の子。女の家族なんですよ。ほとんどがこのね、お家。なんて書いたのこれ。ちょっと道がちっちゃくて今読めないんですけどね。国語算数。
佐藤栄作ね。これあるよね。戦没ですね、これね。英霊がいらっしゃったんですね、ここね。冷蔵庫。さっきの呪いの言葉が書いてある冷蔵庫かこいつです。な。あれ、ブラザーでしたっけ？こいつです。たまにこう男の人の名前が出てきますね。ここにね、そういう思いをね、残した方がね、いらっしゃるのかね、ちょっと興味があるんですけどね、この写真ね。
相当古い写真ですよね。いえ、もう入ってます。この写真気になるな。なんだこれ。うん。かなり古いですよ、この写真ね。さっきね、ここの家に残る念みたいなのをね、少し形にイメージで作ってたら、着物着たね、正座したおばあさん出てきましたよ、イメージで。正座したおばあさんです。なんか白髪も髪の毛短いね。うつむいてね、正座してるおばあさんがね、イメージの中に出てくるの。相当古い人ですけど、あまりいい感じじゃなくてね、うつむいてね、なんやろ、なんか言ってんのか、何も言ってないですね。うつむいてね、じーっとしてるね、ちょっと気持ちの悪い雰囲気でしたけどね。これ何の写真これよくわかんない。
着物着たおばあさん結構映ってるでしょ。着物着たおばあさんがね出てくるイメージで正座してるんですよ、ずーっと。女の人多いですよね、ここも。写真ね、女の人ばっかじゃん。男の人は少ない。女の人ばっかですよ。女の人ばっかでしょ。で、女の人の多い家族ってたまにそういうのあるんですね、男ばっかとかね。そういう家もあるんですね、その女系っていうんですかね。で、男の人が割と早死にするとかさ、そういうのも、そういう家系ってやっぱりたまにあるんですよね。男の人もたまに男の人もね、映ってるんですけどね、数が少ない。男の人がね、少ない。もしかしたら男の人が早死にする家系かもしれないですね。
遺書をね、遺言というのをね、残した人っていうのはこの中の誰か全くもうわかんないんですけど、それよりもっと古い感じですよね。こういう写真って。もっともっと前のね。ここはね、おそらく、名前を見る限りでは、4人家族で、女で一つで育てて、三女、そしてもう一人男の子がいるみたいなね、そんな感じだと思うんですよ。娘さんかな。身体障害者だったんじゃないかなっていうふうにね、残っているものから想像できます。おそらくその結婚するって書いてあったのは、ここまで古い人じゃないと思います。こうですね。うわ、これ正座してるし、ちょっとね、イメージ違うんです。元おばあさんでしたけどね、こうやってね、着物着て座ってるんですよ。正座してるんですよ。下向いて、うつむいてね。これは比較的新しいですね。この辺りじゃないかな。
はい、これは写真ですね。古い写真です。ジャパンですね。これどうなっちゃってる。こうか、こうなってたんですね。ジャパンが出た時ですよ、これ。かっこいいですね、ジャパンの2はね。これがケンメリなんですけど、もう一つ前ですね。ケンメリね。こうか。そうですね。この頃の車がね、かっこいいんですよ。これ何やったかな。これもスカイラインか。1800か。こういうね。入れ歯に銀歯。せめて金歯にしましょうね。昔のセンスはよくわかんないですね。最後まで見てくれてありがとうです。ここまで見たあなたは廃墟マニア認定です。不思議な王子、いかがでしたでしょうか。これからもジャンクヤード TV をよろしくね。